こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？面白いから読んでみてと知人に勧められて、俺か俺以外かという発言で有名なホストでタレントのローランドさんの本を読みました。ある時、親戚の集まりに参加したローランドさん。日頃から大事に手入れをしているブロンドヘアについて、金髪にするのは親からもらった財産を粗末にしてる証拠だ。そもそも親の育て方が悪いからこうなるんだ。と言われたことがあったそうです。親の悪口まで言われ、一瞬カチンときたローランドさん。でもここで口喧嘩を始めては、せっかくの楽しい集まりが台無しになっちゃうと考え、一瞬頭をフル回転させて、こう切り返したと言います。でもおじさんは親からもらったその大事な髪の毛をほとんどなくしてるじゃありませんか。なんとその人は髪の毛がほとんどない、いわゆるハゲてしまったおじさんだったそうです。一気に笑いの渦が起こった様子が想像できますよね。こんなエピソードもありました。日本でも有数のイベントアンバサダーの候補となり、その仕事を絶対に勝ち取ろうと気合を入れて臨んだ面接。ところがちょうど忙しい時期にあたって連日連夜の寝不足が続き、大事な面接中に強烈な睡魔に襲われたというんです。なんとか抵抗しようとするも睡魔には勝てず、絶対に寝ちゃいけないその場面で不覚にも一瞬寝てしまったというんです。マネージャーさんが気がついて慌てて起こすも後の祭り。やっぱりホストはなぁという冷たい視線が一斉に突き刺さったといいます。こんな絶対絶命な大ピンチ、皆さんならどうやって乗り切るでしょうか。その時彼は、謝ることなら誰でもできる。でもこんな四面楚歌のピンチを救ってくれるのはユーモアだと確信して、その後伝説になる一言を発しました。寝てません。まぶたの裏を見てただけです。まぶたの裏を見てたってすごい発想ですよね。まぶたの裏って見えるんでしょうか。でもその言葉を聞いた途端、凍りついていた場の雰囲気が一瞬にして爆笑の渦になったそうです。そしてそのユーモアが決め手となってアンバサダーの仕事を見事勝ち取ることができたそうです。ユダヤの文化にはこんな言い伝えがあります。腹が減ったら歌え、悲しい時は笑え。2000年近く自分の国を持たず、歴史的な大虐殺や激しい迫害にさらされながら耐え忍び、その中で豊かさを築いていったユダヤ人。悲しい時でもあえて笑うことで力を得てきたということなんでしょうか。強制収容所の体験を綴った夜と霧の著者として有名な心理学者のビクトール・フランクル。彼はナチスドイツのアウシュビッツに家族全員で収容されてしまいます。そしてそこで父、母、妻までもが殺されるという悲しい体験をしました。人の命の価値が動物よりもずっと軽いアウシュビッツ。次にガス室に送られるのは自分かもしれないというプレッシャーに耐えかねて、自ら死を選んでしまう人もたくさんいたといいます。何の希望もなく、ただただ死を待つだけの極限状態で、どうやって彼は正気を保ち、死を選ばずに無事生還することができたんでしょう。
大切な両親と妻を奪われた絶望のただ中、ビクトールは毎日仲間内で笑い話を考え、披露し合うことで、あえて日課にしていたといいます。いつ自分に死が訪れるかわからない、何の希望もない状態だからこそそうしたんです。ビクトール・フランクルはこう残しています。ユーモアは自分を見失わないための魂の武器。ほんの数秒でも周囲から距離を取り、打ちひしがれないために人間という存在に備わっている何かなのだ。全く希望がない状態だったからこそ、希望を失わないようにどうしてもユーモアが必要だったのかもしれません。自身もアウシュビッツを経験したユダヤ系イタリア人、作家のプリモ・レビーは言っています。収容所で生き延びることができたのは、筋骨隆々な若者ではなく、一本の木の小さな変化を喜びとする老人だった。悩みがあったり問題を抱えているとき、考えても何にも明るい要素がなくて、どんどん気持ちが落ち込んでしまうことってありますよね。明るい未来の根拠になるものが何にもなくて、考える気力も乗り越える力もない、こんな時こそ力を与えてくれるのはユーモアかもしれません。悩みはあなたやあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。